はい、皆さんこんにちは。エコトライブ鈴木です。今日はですね、アメリカでは借金をすることで信用がたまるというテーマでやっていきたいと思います。はい、ですね、まずアメリカでですね、生活していくには信用が全てなんですよ。はい。で、信用がないと何ができないかっていうと、例えばですね、アメリカで、アパートを借りたりとかですね、それから、住宅ローンはもちろんなんですが、車のローンとかリースもできませんね。あとはクレジットカードを作ることなんかもできないんですよ。はい。で、そもそも僕たち外国人はですね、信用がゼロなんですね。例えば30歳でアメリカに来た、40歳でアメリカに来たっていった場合に、それまでの30年とか40年っていうのの記録が全くないわけじゃないですか。で、仮にその人が例えばじゃあ一部上場企業で働いてたとしても、それを証明する書類っていうものが仮にあったとしても、それって偽造ができちゃいますよね。あとは月々こんだけね、収入がありますと、給料明細ありますって言っても、そういうのも偽造ができちゃう。アメリカで生まれたわけでもなければ、アメリカの免許証があるわけでもない。これに関してはね、取ってる人はいますけど、あとアメリカのパスポートもないですよね。出生届なんかもないですよね。そうすると、これまでの30年、40年っていうものの履歴が全くないですよと。そういった人がですね、例えばじゃあ車を買いに来て、片言の英語で、車これをローンで買いたいって言っても、じゃあ私たちはあなたの何を信用すればいいんですかって話に当然なりますよね。簡単にやっぱりね、お金を貸してくれることってのはないんですよ。じゃあアメリカで信用を上げるにはどうしたらいいかってことなんですけど、これはですね、方法としてはもう一つだけ、借金をしてそれを返していくということなんですね。これすごいですよね。日本だと借金してないことが信用だったり、どこで働いているかが信用だったりしませんか？ところがですね、アメリカはそうではなくて、借金をしてそれをきちんと返してきているというレコード、これがですね、大事だということなんですね。で、その借金返済を繰り返して、じわじわとですね、2年ぐらいかけて上がっていく形になります。なので、借金を返済を始めて、1ヶ月や2ヶ月で上がるものではなくて、最低そうですね、2年ぐらいから、じわじわと上がっていくことになりますと。で、借入履歴のことをクレジットヒストリー、信用ポイントのことをクレジットスコアって言います。で、そのスコアはですね、点数化されていて、300点。一番低いところで300点から最大で850点というふうにですね、言われてますと。で、このポイントの良し悪しで、その人に信用がどれぐらいあるかっていうのを、みんなが判断しているということなんですよね。で、これはやっぱり背景としては、アメリカっていうのはやっぱり移民の国なので、いろんな国の人の文化が入ってきていて、いろんな国の人のですね、常識が混在してるんですよ。なので、一つのそのルールに基づいて、点数化して、それに基づいて決めていくというのはですね、非常に理にかなったやり方かなと、思っています。で、じゃあまず、アメリカに入ってきて、どうやってそのクレジットスコアを貯めていくかということなんですけども、手っ取り早いやり方は、クレジットカードを作るですね。で、クレジットカードを作るにしても、例えばそのチェイスとか、バンクオブアメリカとか、ね、銀行がありますが、そこへ行ってカードを作らせてくださいって言っても、まずこれはほぼ 100% 作らせてもらえないです。なぜかっていうと、その人に信用がないからですね。そう、信用がないとクレジットカードすら作らせてくれないんですよ。はい。で、じゃあどこから手をつけるかということなんですが、ですね、クレジット